徹底解説、株、証券系トレーダーの仕事内容とは？日本でのキャリアと将来性を分析。本日の内容は、株、証券系トレーダーに関する網羅的な就職ガイド。仕事内容と役割、定義、重要性。資質と適性、向いている人。なり方とルート、学歴、学校選び。資格と年収、試験難易度、報酬の真実。現状と将来性、AI の影響、就職先。やりがいと厳しさ、光と影。志望動機と働き方、面接対策、ワークライフバランス。関連職業とキャリアパス、その後の広がり。株、証券系トレーダーの仕事内容や年収、将来性を徹底解説。デイトレードやスイングトレードの違い、必要なスキル、日本でプロのトレーダーを目指すためのキャリアパスを外国人材向けにわかりやすく紹介します。はじめに、市場の最前線で戦うトレーダーという生き方。モニターが並ぶデスクで世界中のニュースを見ながら瞬時に巨額の取引を行う。映画やドラマで見るトレーダーの姿に憧れを抱いたことはありませんか？日本でキャリアを築こうと考えているあなたにとって、株、証券系トレーダーという職業は、高い専門性と同時に大きな報酬を得られるチャンスがある、非常に魅力的な選択肢の一つです。しかし、その華やかなイメージの裏側には、緻密な分析と強靭な精神力が求められる現実があります。この記事では、株、証券系トレーダーの仕事内容を深掘りし、実際にどのような業務を行っているのか、そしてプロとして成功するために何が必要なのかを、専門的な視点からわかりやすく解説します。1、株、証券系トレーダーとは？その定義と役割。まず、基本を整理しましょう。株、証券系トレーダーとは、一言で言えば、市場の動きを見極め、売買を通じて利益を生み出すプロフェッショナルのことです。彼らが扱うのは、株式だけではありません。以下のような多様な金融商品を取引します。株式、債券、オプション、先物、機関投資家と個人トレーダーの違い。就職活動をする上で理解しておきたいのが、トレーダーには大きく分けて2つのタイプが存在するという点です。機関トレーダー、プロフェッショナル。証券会社、投資銀行、ヘッジファンドなどに雇用され、顧客の資金や会社の資金を運用します。日本での就職を目指す場合、一般的にはこのポジションを指します。個人トレーダー、自己資金を使って個人として取引を行います。組織には属さず、すべてのリスクとリターンが自分自身に帰属します。どちらのタイプであれ、共通しているのは市場の変動、ボラティリティを利益に変えるという目的です。2、株、証券系トレーダーの具体的な仕事内容。では、トレーダーは毎日何をしているのでしょうか？ただ画面を眺めてクリックしているだけではありません。そこには高度な知的労働が存在します。ここではトレーダーの主要な9つの業務プロセスを詳しく見ていきましょう。1、市場の徹底的な分析。トレーダーの朝は早いです。市場が開く前から彼らは膨大なデータを分析しています。分析には大きく分けて2つの手法があります。ファンダメンタルズ分析、企業の業績、経済指標、GDP や雇用統計、中央銀行の政策などを分析し、本来の価値を予測します。テクニカル分析、過去の株価チャート、トレンド、取引量などの統計データをもとに、次の値動きを読み解きます。2、戦略的な取引の実行。分析に基づき、
最適なタイミングで買いや売りの注文を出します。このタイミングこそがトレーダーの腕の見せ所です。取引のスタイルは時間軸によって異なります。デイトレード、その日のうちに売買を完結させる手法。オーバーナイトリスク、夜間の変動リスクを避けます。スイングトレード、数日から数週間のトレンドに乗る手法。ポジショントレード、長期的な視点で大きな利益を狙う手法。3、徹底したリスク管理。ここがプロとアマチュアの決定的な違いです。市場は生き物であり、予測通りに動かないことも多々あります。損失を最小限に抑えるため、トレーダーはストップロス、損切り注文をあらかじめ設定したり、投資先を分散させたりして、ポートフォリオ全体のリスクをコントロールします。プロの視点、どれだけ稼ぐかよりも、どれだけ負けないかが、長く生き残るトレーダーの鉄則です。4、情報収集と即応。トレーダーは常に情報に飢えています。世界的な金融イベント、企業の決算発表、あるいは突発的な政治ニュース。これらは瞬時に価格に影響を与えます。特にアルゴリズム取引や AI トレードが普及した現代では、ニュースに対する反応速度がコンマ数秒単位で求められます。5、ストレス管理とメンタルケア。意外かもしれませんが、これも重要な仕事の一部です。数秒で数億円が動くようなプレッシャーの中で、冷静な判断を下し続けなければなりません。感情に流されて取引をすれば、待っているのは損失だけです。そのため、多くのトップトレーダーはメンタルヘルスの維持や体調管理に非常にストイックです。3、日本でトレーダーとして働くための要件。もしあなたが日本で証券トレーダーとしての就職、証券会社や投資銀行などを目指すなら、以下の要素が重要になります。求められるスキルセット。高度な分析力、数字の裏にある意味を読み解く力。決断力、不確実な状況下でも迅速に意思決定を行う力。テクノロジーへの理解、最近では Python などのプログラミングスキルや AI を活用した分析ツールの知識も高く評価されます。資格とキャリアパス。日本では証券会社で金融商品の取引を行うために証券外務員1種2種という資格が必須となるケースがほとんどです。入社後に取得をサポートしてくれる企業も多いですが、事前に知識を持っていることは強みになります。また、株トレーダー年収は実力主義、パフォーマンスベースであるため、成果を出せば一般的な日本のサラリーマンの平均年収を大きく上回る可能性があります。しかし、その分、結果が出なければ厳しい評価を受ける世界でもあります。挑戦する価値のあるプロフェッショナルな世界。株、証券系トレーダーという仕事は単なるお金儲けではありません。世界経済の最前線に立ち、自分の知性と精神力を武器に戦う非常に刺激的でプロフェッショナルな職業です。この仕事に向いている人、変化を恐れず、常に新しい情報を学ぶ意欲がある人。論理的に物事を考え、数字に基づいた判断ができる人。リスクを受け入れ、失敗から学び修正できる人。日本市場はアジアの中でも依然として巨大な規模を誇ります。日本語力と金融の知識、そしてあなたの持つグローバルな視点を組み合わせることで、独自のキャリアを切り開くことができるでしょう。もし、あなたがこのエキサイティングな世界に挑戦したいと感じたなら、次は具体的な業界研究や必要な資格の勉強から始めてみてください。4. なぜ市場にトレーダーが必要なのか。その重要な役割。トレーダーの仕事は、
単に安く買って高く売るだけではありません。実はトレーダーがいなければ、経済活動そのものがストップしてしまうほど、彼らは重要な社会的インフラの一部を担っています。ここでは、トレーダーが果たす主な役割を3つの視点で整理します。1、市場の血液を循環させる流動性の提供。想像してみてください。あなたが持っている株を今すぐ現金化したいと思ったとき、買い手がいなければ売ることはできません。トレーダーが頻繁に売買を行うことで、市場には常に売り注文と買い注文が存在する状態になります。これを流動性と呼びます。スムーズな取引、投資家はいつでも好きな時に資産を売買できます。適正価格の発見、多くの参加者が売買することで、需要と供給のバランスが取れ、物の正しい価値、価格が決まります。これを価格発見機能と言います。2、リスクをコントロールし、経済を守る。市場には常に価格変動リスクがあります。トレーダー、特に機関投資家やヘッジファンドのトレーダーは、デリバティブ、金融派生商品などを駆使してリスクヘッジを行います。企業の安定化、例えば、輸出企業の為替リスクを軽減する手助けをします。効率化、市場の価格の歪み、本来の価値より安すぎる、または高すぎる状態を見つけ、売買を通じて修正します。これにより、健全な市場環境が保たれます。3、イノベーションと情報のハブ。現代のトレーダーは AI、人工知能やアルゴリズム取引の最前線にいます。最新のテクノロジーを駆使して市場の効率性を高めることは、金融業界全体の技術革新を加速させています。また、彼らが発信する市場分析や経済動向のレポートは、多くの投資家にとって重要な判断材料となります。5、あなたは向いている？トップトレーダーに求められる資質とスキル。数学の天才でなければなれない？ギャンブラーのような度胸が必要？これらはよくある誤解です。実際の現場で求められるのは、天才的な才能よりも、規律と適応力です。日本で活躍するトレーダーに共通する資質を分析してみましょう。マインドセット、メンタルの強さと規律。技術は学べますが、性格や考え方は変えるのが難しい部分です。以下の要素は、トレーダーとしての生存率に直結します。感情に左右されない、規律と自己管理。プロのトレーダーにとって最大の敵は市場ではなく自分自身の感情です。計画通りに損切り、ロスカットができるか。恐怖や欲望に負けず、ルールの範囲内で行動できるか。徹底した自己規律こそが長期的な成功の鍵です。失敗を受け入れるリスク許容度と回復力。100戦100勝のトレーダーはいません。損失を出したとき、それを失敗と捉えて落ち込むのではなく、必要なコストと割り切り、冷静に次のチャンスを待つストレス耐性が求められます。変化を楽しむ学習意欲と柔軟性。昨日の正解が今日は通用しないのが相場の世界です。固執せず、新しい市場環境やテクノロジーに合わせて自分のスタイルを柔軟に変えられる適応力が必要です。スキルセット、実務能力。もちろん、精神論だけでは勝てません。以下の実務的な能力が武器になります。膨大な情報を処理する分析力と数的処理能力。ニュース、経済指標、チャートの動き。これらを瞬時に読み解き、なぜ動いたのか。次はどう動くかを論理的に組み立てる力です。数字に強いことは有利ですが、それ以上に論理的思考力が重要視されます。
0.1 秒を争う迅速な意思決定能力。分析に時間をかけすぎてチャンスを逃しては意味がありません。不確実な状況下でも入手可能な情報からベストな決断を即座に下すスピードが求められます。実は重要。コミュニケーション能力。トレーダーは孤独な仕事と思われがちですが、特に組織、証券会社やファンドで働く場合、チームワークは必須です。顧客の意図を汲み取ったり、運用報告を行ったりする際、信頼を得るための対話力がキャリアアップを左右します。キャリアのアドバイス、もしあなたが自分にはすべての資質がないと感じても心配しないでください。分析力や知識はトレーニングで身につきます。まずは自分の性格が規律を守れるか変化を楽しめるかという点にフィットするかを考えてみてください。6. 株、証券系トレーダーになるには完全ロードマップ。プロのトレーダーになる道は一朝一夕ではありません。しかし、正しい手順を踏めば、外国人であっても日本でその座をつかむことは十分に可能です。ここでは、準備段階からプロになるまでのプロセスを3つのフェーズに分けて解説します。フェーズ1、基礎構築、学歴知識。まずは土台作りです。多くの日本の金融機関は、新卒採用や中途採用において、以下のバックグラウンドを重視します。有利な学部、専攻。必須ではありませんが、経済学、金融、数学、統計学、ビジネスの学位を持っていると非常に有利です。近年では、アルゴリズム取引の増加に伴い、プログラミング、Python、R やデータサイエンスの知識を持つ理系人材の需要も急増しています。市場メカニズムの理解。株がなぜ上がるのかを論理的に説明できるようにしましょう。株式、債券、先物、オプションなどの仕組みや GDP や金利などの経済指標、マクロ経済が市場に与える影響を学びます。フェーズ2、資格とツール、実践準備。知識だけでは戦えません。武器とライセンスが必要です。必須資格、証券外務員、日本の場合。日本で証券会社に勤務し、金融商品を扱うには、証券外務員資格、1種2種が法律上必須です。難易度、日本語能力が N2 レベルあれば、独学でも数ヶ月で合格可能です。費用、受験料は約1万円前後。備考、入社後に取得を義務付ける会社が多いですが、就職活動前に取得しておくと本気度のアピールになります。ツールの習得。メタトラーダーやブルームバーグ端末など、プロが使うプラットフォームの操作に慣れる必要があります。また、テクニカル分析ツールの使い方もこの段階で学びます。フェーズ3、実践とメンタル、経験。デモ取引でのトレーニング。いきなり自分のお金を使うのは危険です。まずは仮想資金を使ったデモトレードで自分の仮説が通じるかテストします。独自のリスク管理ルールの確立。資金の 2% 以上の損失が出たら必ず損切りするなど、感情に頼らないルールを作ります。これを守れるかがプロへの分かれ道です。7. 学費はいくら？トレーダーを目指せる日本の大学、学校。海外の大学は高いけれど、日本はどうなの？これは多くの外国人留学生が気にするポイントです。実は、日本の大学は欧米のトップスクールに比べて学費がリーズナブルでありながら、国内金融大手への強力なコネクションを持っています。以下に、トレーダー輩出実績の多い日本の大学と参考として欧米の大学の比較をまとめました。日本の主要大学、トレーダーへの近道。
参考、欧米のトップスクールとの比較。アメリカ、ハーバード大など、年間約600万から900万円。イギリス、LSE など、年間約300万から500万円。結論、日本での就職を目指す場合、日本のトップ大学に進学することは、コストパフォーマンスの面でも、就職活動時のネットワーク作りの面でも、非常に賢い選択と言えます。8、キャリアパス、高校からトップトレーダーになるまで。では、実際にどのようなタイムラインでキャリアが進むのでしょうか。高校生からスタートし、シニアトレーダーになるまでの標準的な流れをフローチャートで整理しました。ステップ1、準備期、高校から大学。高校、数学と英語を強化。投資ゲームなどで市場に触れる。大学、経済、金融、統計を専攻。重要アクション、金融機関でのインターンシップに参加し、実務の空気を肌で感じる。プログラミング言語、Python などの習得も推奨。ステップ2、エントリー期、新卒から3年目。就職、証券会社、投資銀行、ヘッジファンドへ入社。役割、ジュニアトレーダーやアナリストとしてスタート。業務、先輩トレーダーの補佐、データ収集、単純な注文執行。この期間に証券外務員一種などの資格を完備します。ステップ3、成長期、3年目から10年目。役割、自分の担当持ち場、セクターや通貨ペアを持ち、裁量権が増える。目標、コンスタントに利益を出し、独自の勝ちパターン、取引戦略を確立する。分岐点、ここで実績を出せば年収が急激に上がりますが、結果が出なければ配置転換や退職を迫られる厳しい時期でもあります。ステップ4、成熟期、10年目以降。キャリアの選択、シニアトレーダー、マネージャー、チームを率い、会社全体の運用戦略に関わる。独立、個人投資家組織を離れ、自己資金や少数の出資者の資金を運用する。ヘッジファンドへの移籍、より高い報酬を求めて外資系や独立系ファンドへ。道は険しいが、準備すれば扉は開く。株、証券系トレーダーになるためには、特別な才能よりも、正しい教育資格、実践経験の積み重ねが重要です。特に日本においては、適切な大学選びと在学中の資格取得準備がキャリアの成功率を大きく左右します。もしあなたが現在学生であれば、まずは日本語力を磨きながら、経済ニュースを毎日チェックする習慣から始めてみてください。それが、プロへの第一歩です。9、トレーダーへの必須パスポート、資格と試験の難易度。金融業界は信用で成り立っています。そのため、どれほどトレードの才能があっても、ライセンス、資格がなければ顧客の注文を処理することは法律で禁じられています。日本で働くなら必須。証券外務員資格。日本でトレーダーとして活動する場合、避けて通れないのが日本証券業協会、JSDA が主催する証券外務員資格1種2種です。外国人にとってのハードルは？言語、試験は日本語で行われます。金融専門用語、漢字が多いため、N2 レベル以上の読解力が求められます。対策、しかし、試験形式は丸×問題や選択問題が中心です。過去問を繰り返し解くことで、ネイティブでなくても十分に合格ライン 70% 正解に到達できます。プロのアドバイス、就職活動では、一種外務員を持っていると強力なアピールになりますが、多くの企業は内定後や入社後の取得をサポートしてくれます。まずは焦らず、日本語の金融用語に慣れることから始めましょう。
外資系を目指すなら知っておくべき米国資格。もしあなたが東京にあるゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなどの外資系企業を目指す、あるいは将来アメリカで働きたいなら、以下の資格が関わってきます。シリーズ7、米国の証券マンにとってのゴールデンスタンダード。難易度は高く、広範な法的知識が問われます。シリーズ57、プロップトレーダー、自己勘定取引向けの専門資格。10、実力主義の頂点、トレーダーの年収と報酬体系。ここからは少し生々しいですが、最も魅力的なお金の話をしましょう。トレーダーの世界は完全な実力主義、メリトクラシーです。あなたの年齢、性別、国籍は関係ありません。いくら稼いだかがあなたの報酬を決定します。日本のトレーダー、年収の目安。日本の金融機関における年収推移のモデルケースです。1新卒ジュニアトレーダー、経験0から3年。年収400万円から600万円。現状、修行期間です。基本給が中心で、ボーナスはまだ固定に近い形です。一般的なサラリーマンより少し高い水準からスタートします。2ミドルクラス、経験3から5年。年収600万円から1200万円。変化、一人で取引を任されるようになります。ここから基本給プラス業績連動ボーナス、インセンティブの比率が高まります。結果を出せば、20代で年収1000万円を超えることも珍しくありません。3シニアトレーダー、経験5年以上。年収1200万円から3000万円以上。現実、チームを率いたり、リスクの高い複雑な商品を扱ったりします。トッププレイヤーになれば、ボーナスだけで数千万円を受け取ることもあります。4ヘッジファンド外資系トップティア。年収1500万円から数億円。夢、ここは別世界です。利益の何%を報酬として受け取るという契約が多く、実力次第で億利人、億単位の資産を持つ人になることが現実に起こり得ます。世界との比較、ウォール街はなぜ高い？アメリカ、ウォール街の報酬は日本よりもさらに高額です。ジュニア、年収約1000万円から2000万円スタート、トップ層、数億円から数十億円。しかし、注意が必要です。アメリカ、特にニューヨークやロンドンは生活コストが非常に高いこと、そして結果が出なければ即解雇という雇用リスクが日本よりもはるかに高いことを考慮する必要があります。対して日本は生活コストが比較的安く、雇用も安定しているため、生活の質、QOL と資産形成のバランスにおいては非常に魅力的な市場と言えます。11、報酬に影響を与える3つの要因。最後に、給料を最大化するために知っておくべき3つの変数をお伝えします。所属企業、国内証券より外資系投資銀行やヘッジファンドの方がリスクが高い分、報酬の上限も高いです。扱う商品、一般的な現物株よりも複雑なデリバティブやストラクチャード、仕組み差異を扱うトレーダーの方が専門性が高く報酬が跳ね上がる傾向にあります。パフォーマンス、最重要どれだけ良い大学を出ていても、市場で損を出し続ければ報酬はゼロ、あるいは解雇です。逆に実績さえあれば、学歴に関係なく高給を手にできます。株、証券系トレーダーという職業は、高い専門性と精神力を求められる厳しい世界です。しかし、その対価として得られる報酬と、世界経済の最前線で戦う充実感は、他の職業では味わえないものです。
資格、日本では証券外務員一種が必須。外国人も努力次第で取得可能。年収、完全実力主義。結果を出せば、日本でも数千万円億単位の報酬を目指せる。この記事が、あなたの日本でのキャリア形成の一助となれば幸いです。市場は常に開かれています。挑戦する権利はあなたにもあります。まずは、今のあなたの日本語レベルで証券外務員のテキストが読めるか確認してみませんか？書店でテキストを手に取ることから、あなたのトレーダーとしての第一歩が始まります。12AI に仕事を奪われる？トレーダーの現状と将来性。結論から言えば、トレーダーの仕事はなくなりません。しかし、その役割は劇的に変化しています。映画で見るような電話を片手に大声で叫ぶトレーダーの姿は、今はほとんど見られません。現状、テクノロジーと人間が共存する時代。現在、市場の主役はアルゴリズムです。高速取引、HFT の対等、1000分の1秒、ミリ秒、単位で売買を繰り返す高頻度取引は人間には不可能です。単純な売買注文の執行は AI やプログラムに置き換わっています。人間の新しい役割では人間は何をするのでしょうか？ AI の監督、アルゴリズムが正しく動いているか監視し、調整する。戦略の構築、AI にはできない政治情勢や突発的なニュースを読み解き、対極的なシナリオを描く。ESG 投資への対応、環境、社会ガバナンスといった数値化しにくい倫理的な判断を行う。将来性、生き残るトレーダーの条件。今後、トレーダーとして生き残るためには、以下の3つの要素が不可欠です。テクノロジーリテラシー、プログラミング、Python などやデータ分析のスキル。これからは文系のトレーダーであっても、エンジニアと対話できる知識が求められます。リスク管理能力、AI による暴走、フラッシュクラッシュなど、予期せぬ市場変動に対応できる危機管理能力。新しい市場への適応、伝統的な株や債券だけでなく、暗号資産、仮想通貨やデジタル証券など、新しい資産クラスへの理解。未来予測、単純作業を行うトレーダーは淘汰されますが、テクノロジーをツールとして使いこなせるトレーダーの価値は、これまで以上に高まります。13、完全ガイド、株、証券系トレーダーの就職先リスト。トレーダーになりたいと思っても、企業のタイプによって働き方や求められるスキルは全く異なります。ここでは、主な就職先をカテゴリー別に紹介します。1投資銀行。金融業界の花形であり、最も就職難易度が高いセクターです。代表的な企業、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JP モルガンなど。特徴、圧倒的な高給と激務。世界中からトップエリートが集まります。昇進するか、去るかの厳しい文化ですが、ここでの経験は一生のキャリア資産になります。2証券会社。日本での就職を目指す場合、最も現実的かつ採用数が多いのがここです。代表的な企業、野村証券、大和証券、SMBC 日興証券など。特徴、顧客、投資家の注文を市場に取り次ぐ業務が中心ですが、自己勘定取引、プロップ取引を行う部門もあります。日本の大手証券会社は教育制度が充実しており、未経験からプロを目指すのに適しています。3ヘッジファンド&プロップファーム、実力こそすべての世界です。服装が自由な会社も多く、結果さえ出せば働き方は柔軟です。代表的な企業、ブリッジウォーター、
シタデル、ジェーンストリートなど。特徴、ヘッジファンド、顧客から集めた資金を運用し、絶対収益、どんな相場でも利益を出すことを目指します。プロップファーム、会社の自己資金を使って取引します。顧客対応がないため、純粋にトレードの腕だけが問われます。4資産運用会社。長期的な視点で年金基金や投資信託を運用します。代表的な企業、ブラックロック、ヴァンガード、日本の信託銀行など。特徴、短期的な売買を繰り返すトレーダーに比べ、比較的落ち着いた環境で長期的な分析力を活かせます。ワークライフバランスを重視する人に人気があります。ご新興勢力、フィンテック&暗号資産取引所。今、最も勢いがある分野です。代表的な企業、バイナンス、コインベース、国内のビットフライヤーなど。特徴、24時間365日動く市場を相手にします。変化が激しく、新しい技術やトレンドに敏感な若い人材が活躍しています。就職先比較まとめ。14、刺激と報酬、トレーダーだけが味わえる、やりがい。トレーダーの仕事は、単調なルーチンワークとは無縁です。毎日が決断の連続であり、その結果が即座に見える環境は、野心的な人々にとって最高の舞台です。1、正解が数字で証明される達成感。一般的なオフィスワークでは、自分の仕事がどれだけ会社に貢献したかが見えにくいことがあります。しかし、トレーダーの世界は白黒がはっきりしています。即時フィードバック、自分の分析と戦略が正しければ利益という形で即座に答えが出ます。市場を出し抜く快感、世界中の投資家が参加する市場で自分の読みが当たった瞬間、自分の知性が証明されたような強い肯定感を得られます。二天井知らずの成果報酬、インセンティブ。綺麗事を抜きにしても、金銭的なリターンは最大のモチベーションです。完全実力主義、年齢や社内政治に関係なく、稼いだ金額に応じてボーナスが支払われます。自分のスキル一つで、一般的なサラリーマンの生涯年収を数年で稼ぐことも夢物語ではありません。努力の対価、頑張ったから評価されるのではなく、結果を出したから報酬を得る。このフェアなシステムにやりがいを感じる人は多いでしょう。3世界経済の脈動を肌で感じる。トレーダーのデスクは世界のコックピットのようなものです。アメリカ大統領の発言、中東の情勢、最新テクノロジーの発表。これらすべてがチャートに反映されます。自分が世界経済の最前線に立っているという感覚は、知的好奇心の強い人にとってこれ以上ない刺激となります。プロの視点、トレーディングは世界で最も複雑で最もエキサイティングなパズルを解くようなものだと語るトップトレーダーもいます。15、スリルと自由、仕事の中に潜む楽しさ。仕事のやりがいだけでなく、トレーディングという行為そのものに楽しさを見出す人も多くいます。それは、スポーツやゲームに熱中する感覚に近いかもしれません。一時的ゲームとしての面白さ。市場には必勝法が存在しません。だからこそ面白いのです。戦略の構築、テクニカル分析、チャートとファンダメンタルズ、経済指標を組み合わせ、自分だけの勝ちパターンを作り上げるプロセスは、クリエイティブな作業です。心理戦、チャートの向こう側にいる他のトレーダーの心理を読み、裏をかく戦略が決まった時の爽快感は格別です。ニアドレナリンが出るスリル。リスクとリターンは表裏一体です。自分の判断一つで巨額の資金が動く緊張感、プレッシャーは同時に強いスリルでもあります。
このヒリヒリするような感覚を楽しめる人にとって、これほど退屈しない仕事はありません。3テクノロジーを操る楽しさ。最新の AI ツール、複数のモニター、高速な取引システム。ガジェットや新しいテクノロジーが好きな人にとって、最先端のツールを駆使して市場に挑む環境自体が楽しみの一つです。自分の書いたアルゴリズムが自動で利益を生み出す様子を見るのは、エンジニアリング的な喜びもあります。4. 個人トレーダーの場合、究極の自由。もしあなたが組織に属さない個人トレーダーとして成功すれば、そこには完全な自由があります。場所の自由、PC とネットさえあれば、東京のカフェでも、沖縄のビーチでも、母国の実家でも仕事ができます。時間の自由、嫌な上司も、満員電車もありません。すべての時間を自分のために使えます。16. あなたも市場のプレイヤーになりませんか？ここまで、株、証券系トレーダーという職業について解説してきました。仕事内容、分析と決断のプロフェッショナルであること。資質、規律、分析力、そしてメンタルの強さが求められること。資格と年収、日本では証券外務員が必要であり、実力次第で高収入が得られること。やりがい、圧倒的な達成感と世界とつながる知的興奮があること。トレーダーは誰にでもなれる職業ではありません。しかし、国籍や背景に関係なく、実力だけで評価される数少ない公平な場所でもあります。もしあなたが日本という舞台で自分の可能性を試し、大きな成功をつかみたいと願うなら、トレーダーへの道は間違いなく魅力的な選択肢です。リスクを恐れず、学び続ける覚悟があるなら、市場はいつでもあなたを歓迎します。17. 華やかな世界の裏側、トレーダーの辛い現実。映画やドラマでは、シャンパングラスを片手に成功を祝うシーンが描かれますが、現実はもっと泥臭く、精神を削る戦いです。1. 正解のない恐怖とプレッシャー。24時間の緊張感、金融市場は眠りません。日本の市場が閉まっても、ロンドン、ニューヨークとバトンが渡されます。特にポジション、保有資産を持っているときは、夜中に飛び起きてスマホを確認することも珍しくありません。突然のブラックスワン、9.11 同時多発テロやリーマンショックのように、誰も予測できない出来事で、積み上げた利益が一瞬で吹き飛ぶ恐怖と隣り合わせです。2. メンタルへの過度な負荷。損失の痛み、人間は利益の喜びよりも損失の痛みを2倍強く感じると言われています。プロスペクト理論。1億円の利益を出した後でも100万円の損切りをした日には自己嫌悪で眠れない夜を過ごすこともあります。孤独な戦い、最終的な決断は自分一人で下さなければなりません。誰も助けてくれない孤独感は特に不調の時に重くのしかかります。3. 実力主義ゆえの不安定さ、雇用のリスク。あなたはクビです。外資系企業では、パフォーマンスが出なければ即座に解雇、レイオフされます。先月まで隣の席にいた人が、今日からいないというのは日常茶飯事です。収入の波、年収3000万円の年もあれば、翌年はゼロ、あるいはマイナスになる可能性もあります。住宅ローンを組む際、銀行の審査が通りにくい職業の一つでもあります。18. それでも生き残る人の共通点、トレーダーに向いている人柄。厳しい世界ですが、長く活躍しているトレーダーには共通する性格や特徴があります。もしこれらに当てはまるなら、あなたには才能の目があるかもしれません。性格メンタル編。1. 鈍感力がある人。失敗を引きずらないことは最強の才能です。
今日は負けた。でも明日は勝てると、気持ちをスパッと切り替えられる楽観性が必要です。2、感情より論理を優先できる人。大暴落の最中でも、恐怖に支配されず、この安値は買いのチャンスだ、と冷静に計算できる冷徹さが必要です。3、規律を守れる人。損失が 2% になったら機械的に切る。自分で決めたルールをどんな状況でも守り抜く自制心がある人です。行動思考編。1、知的好奇心が旺盛なオタク気質。なぜ原油価格が上がったのか。なぜこの企業の決算は良かったのか。世の中のあらゆる事象に興味を持ち、徹底的に調べることが苦にならない人は、市場分析に向いています。2、負けず嫌いな人。市場は世界中の天才たちが集まる戦場です。誰にも負けたくない一番になりたいという強い競争心は苦しい時の原動力になります。3、決断が早い人。100点の正解を求めて悩み続けるよりも60点の正解で即座に行動し、間違っていたらすぐに修正できるスピード感が求められます。自己診断、あなたはゲームで負けた時、コントローラーを投げ出したくなりますか？それとも、なぜ負けたのかを分析して再挑戦しますか？後者であれば、トレーダーの素質があります。挑戦する価値のある修羅の道。ここまで読んで、自分には無理かもしれないと小分けづいてしまったでしょうか。それとも、この厳しい世界で自分の力を試してみたいと胸が高鳴ったでしょうか。株、証券系トレーダーは決して楽な仕事ではありません。しかし、リスクの向こう側には他の職業では得られない経済的な成功と圧倒的な自由が待っています。もしあなたがこの修羅の道に挑戦する覚悟を決めたなら、まずは小さな一歩から始めてください。日本語の学習、資格の勉強、そしてデモトレード。準備さえできていれば、市場はいつでもあなたに門戸を開いています。19、採用担当者の心をつかむ。志望動機作成フレームワーク、トレーダーの採用面接では、綺麗事よりも適性と熱意、パッションが重視されます。外国人応募者がアピールすべきポイントを整理しました。一元体験、きっかけを語る。単にお金が稼ぎたいでは弱いです。あなたの人生とマーケットをリンクさせましょう。知的好奇心、学生時代に何々のニュースを見て、それが為替にどう影響したかを調べたとき、世界がつながっていることに興奮しました。勝負強さ、スポーツやゲームで培ったプレッシャーの中で即座に決断する力を金融市場で活かしたいです。なぜ日本でトレーダーなのか。外国人向け重要ポイント。採用担当者はなぜ母国ではなく日本なのかを必ず聞きます。日本市場への敬意、アジア最大かつ流動性の高い東京市場で自分の実力を試したいからです。架け橋としての役割、母国の言語・文化理解と日本での経験を組み合わせ、グローバルな視点で市場分析に貢献できます。3、アピールすべきキーワード、コンピテンシー。志望動機の中に以下の要素を自然に織り交ぜてください。成果への執着、数字で結果を出すことに喜びを感じる。学習意欲、新しい技術やトレンドを常に学び続ける姿勢。リスク管理、攻めるだけでなく、守ることも理解している。NG な志望動機、御社の安定した経営基盤に惹かれました。トレーダーはリスクを取る仕事です。安定を求めすぎると適性がないと判断されます。20、働き方のリアル、勤務時間とライフスタイル。トレーダーは24時間寝られない
というのは少し極端ですが、市場に合わせた生活リズムになるのは事実です。一証券会社投資銀行の典型的な1日。日本株、東京市場を担当するトレーダーのスケジュール例です。特徴、朝方生活、朝は非常に早いです。満員電車を避けられるメリットがあります。土日は完全オフ、東京市場が休みの土日祝日は基本的に仕事はありません。オンオフの切り替えははっきりしています。2、個人プロップトレーダーの自由と責任。自由出勤義務はありません。パジャマのまま自宅でトレードすることも、旅先でトレードすることも可能です。責任すべてが自己責任です。体調不良で休んだ日の利益はゼロです。自己管理能力、セルフディシプリンが試されます。3雇用形態のバリエーション。正社員、安定した基本給プラスボーナス。福利厚生が手厚い。契約社員、成果報酬の比率が高いプロフェッショナル契約。稼げば青天井だが、契約更新のリスクあり。個人事業主、組織に属さず、自分の腕一本で生きる。21、トレーダーへの道は、今ここから始まる。株、証券系トレーダーという仕事の全貌をお伝えしてきました。仕事、世界経済と直結するダイナミックな頭脳戦。報酬、実力次第で青天井。日本でもトップクラスの高収入。適正、冷静な判断力、学習意欲、そして精神的なタフさ。未来、AI と共存し、新しい市場に適応できる人材が勝つ。トレーダーになることは、決して簡単な道のりではありません。しかし、そこには自分の力で人生を切り開くという何者にも代え難い自由と興奮があります。もしあなたが安定よりも挑戦を、退屈よりも刺激を選ぶなら、市場はあなたを待っています。22、株、証券系トレーダーの求人、需要動向。結論から言えば、トレーダーの求人は減っていませんが、求められる人材像が劇的に変化しています。かつてのような電話で注文を叫ぶ体力のある人の需要は消え、現在はテクノロジーと金融をつなぐ人材の争奪戦が起きています。一業態別、求人の特徴と難易度。2トレンドの変化、AI とアルゴリズムの台頭。ここ数年、求人票の必須スキル欄に大きな変化が起きています。従来は経済学の知識営業力が重視されていましたが、現在は以下のスキルセットを持つ人材が高額オファーでヘッドハンティングされています。Python R、C++、自動取引プログラムをかける能力。データサイエンス、膨大な市場データから勝てるパターンを見つけ出す分析力。ESG の理解、環境社会への配慮を含めた投資判断ができる能力。市場の真実、純粋な裁量トレーダー、勘と経験で売買する人の枠は減っていますが、クオンツ、数学と IT で勝負する人の需要は爆発的に伸びています。23、未経験異業種からトレーダーになれるのか。金融の経験がないと無理ですか？これはよくある質問ですが、答えはノー、条件付きで可能です。実は今、金融業界以外のバックグラウンドを持つ人材が注目されています。1未経験でも採用される2つのルート。新卒第2新卒、ポテンシャル採用。対象、20代の若手。鍵、インターンシップへの参加がほぼ必須です。実務適性を見せることで、文系出身や未経験でも大手証券会社のトレーダー部門に配属されるチャンスがあります。有利な要素、英語力、TOEIC800 点以上、数学的素養、そして何よりストレス耐性。
異業種からの転職、スキル採用。エンジニアデータサイエンティスト、今、最もホットなルートです。金融知識がゼロでも、AI 開発経験やビッグデータ解析経験があれば、アルゴリズム開発トレーダーとして好待遇で迎えられます。ポーカーチェスプレイヤー、冗談のように聞こえますが、一部のプロップファームではゲーム理論や確率論に強い元プロゲーマーを積極的に採用しています。2転職市場での勝ち筋。経験者、ミドルからシニアの場合、転職はヘッドハンティングが基本です。リンクトインなどのビジネス SNS を充実させ、自分の実績、取扱商品、運用成績、使用言語を明確にしておくことで、リクルーターからのスカウトを待つのが一般的です。特に以下の分野に強いトレーダーは、世界中で引く手あまたです。デリバティブ、派生商品。ボラティリティトレード、暗号資産、クリプト、アービトラージ、24。今後の展望、生き残るトレーダーになるために。最後に、これからトレーダーを目指すあなたが意識すべき未来の需要についてまとめます。人間にしかできない仕事に特化する。単純な売買は AI が行います。人間は AI を監視するリスク管理や AI が学習していない突発的なイベント、戦争やパンデミックなどに対応する危機管理能力で価値を発揮します。グローバルな視点を持つ。日本市場だけでなく、成長著しいアジア新興国や24時間動く仮想通貨市場など、チャンスの場所は広がっています。英語と日本語のバイリンガルであることは、それだけで大きな武器になります。テクノロジーを味方につける。プログラマーになる必要はありませんが、エンジニアと会話ができるレベルの IT 知識は必須になります。25. キャリアの広がり、トレーダー経験が生きる10の関連職業。トレーダーを辞めたら次はどうなるの？一生画面に張り付いていなければならないの？そんな不安を持つ必要はありません。実はトレーダーとして培った分析力、決断力、リスク管理能力は金融業界において最強の武器になります。トレーダー経験者は市場の最前線を知る人材として様々な職種へキャリアチェンジ、転身やステップアップが可能です。ここではトレーダーの経験が直接生きる10の関連職業をキャリアの方向性別に紹介します。1運用戦略のプロへステップアップ。トレーダーが現場の兵士だとすれば、こちらは軍師、司令塔のような役割です。より大きな視点で資金を動かしたい人に適しています。1. ファンドマネージャー。役割、投資家から預かった巨額の資金、投資信託や年金基金の運用責任者。どの株を買い、どのタイミングで売るか、最終的なポートフォリオの決定権を持ちます。トレーダーとの関係、トレーダーとしての相場感が必須です。現場の動きを知っているマネージャーは、市場の急変時にも強いと評価されます。2. ポートフォリオマネージャー。役割、株式、債券、不動産など、複数の資産を組み合わせて、リスクとリターンのバランスが取れたポートフォリオを構築、管理します。トレーダーとの関係、トレーダー時代に培ったリスク分散の感覚がそのまま活かされます。二分析と理論のスペシャリストへ。売買のスリルよりもなぜそうなるのかという理論やデータ分析を極めたい人に人気のルートです。3. アナリスト。役割、特定の企業や業界を徹底的に調査し、買いか売りかのレポートを書きます。トレーダーとの関係、トレーダーはアナリストのレポートを読んで判断する側でしたが、今度は判断材料を提供する側になります。
市場が何を求めているかを知っているため、実践的なレポートが書けます。4. クオンツ。役割、数学とプログラミング、Python などを駆使して、金融市場の予測モデルやアルゴリズムを開発します。トレーダーとの関係。現代のトレードはシステム化が進んでいます。トレーダーとしての実務経験に数学的知識を掛け合わせることで、市場価値の極めて高い人材になれます。5. リスクマネージャー。役割、金融機関が抱えるリスク、市場変動、信用リスクなどを監視し、会社が潰れないようにブレーキをかける仕事です。トレーダーとの関係。誰よりもリスクの怖さを知っている元トレーダーこそ優秀なリスクマネージャーになれます。3別の市場手法への大展開。株式トレーダーとしてのスキルは扱う商品が変わっても通用します。6. 外国為替トレーダー。特徴、株式ではなくドルやユーロなどの通貨を取引します。24時間市場が動くため、よりグローバルな視点が求められます。7. コモディティトレーダー。特徴、原油、金、ゴールド穀物などを取引します。天候や戦争など、地政学リスクへの感度が高い人に適しています。8. マーケットメーカー。特徴、売り手と買い手の間に立ち、常に売値と買値を提示して市場に流動性を提供します。証券会社にとって不可欠な存在です。4クライアントワーク、対人業務へ。モニターと向き合うよりも、人と話すことが好きなトレーダーが選ぶ道です。9. 投資銀行家。役割、企業の合併、買収、M&A や資金調達をサポートします。金融業界の花形職業の一つです。トレーダーとの関係、企業の株価がどう動くかを熟知しているため、経営陣に対して説得力のある財務戦略を提案できます。10. 金融コンサルタント。役割、富裕層や企業に対して資産運用の計画やアドバイスを行います。トレーダーとの関係、プロの視点でアドバイスができるため、顧客からの信頼を得やすいです。シリーズ全体のまとめ、あなたの挑戦が未来の資産になる。株、証券系トレーダーという仕事について解説してきました。仕事の本質、世界経済の波に乗り、分析力と決断力で利益を生み出すプロフェッショナル。魅力と現実、実力次第で青天井の報酬が得られる一方、規律と精神力が試される厳しい世界。将来性、AI の台頭によりテクノロジーと人間力の融合が求められている。キャリア、トレーダーとしての経験は、ファンドマネージャーやアナリストなど、金融業界のあらゆる職種へのパスポートになる。もしあなたが日本でトレーダーとしてのキャリアをスタートさせたなら、その先には無限の可能性が広がっています。たとえトレーダーを辞めたとしても、そこで培った市場を読む力とリスクを管理する力は、どのビジネスでも通用する一生もののスキルです。恐れずに最初の一歩を踏み出してください。この記事を読み終えた今があなたのキャリアの分かれ道です。自己分析、自分がリスク許容度の高い人間か、過去の経験を振り返ってみる。情報収集、気になる証券会社や投資銀行の採用ページをチェックしてみる。学習開始、金融の入門書を一冊買ってみる。日本語の勉強にもなります。あなたの日本での成功を心から応援しています。